ベルベジアンの野原です。本日もオンラインストアにアップ商品をご紹介いたします。ご購入はオンラインストアのみとなっております。ご了承ください。お問い合わせの方はベルベジアンウェブストアの方にお願いいたします。これからご紹介する商品は10月の4日夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは概要欄の方に貼っておりますので、そちらの方をチェックしてみてください。まず T シャツからいきます。こちらがチャンピオンの青の刺繍タグですね。サイズ表記 XL になってます。ラバーで、シンプルで使いやすいですね。裏の状態も綺麗な状態だと思います。サイズ表記 XL なんで、僕はちょうどいい感じに着れるゆとりがあるサイズ感ですね。こちらの方のお値段が5800円に消費税になってます。もう一枚チャンピオン T シャツですね。こちらトリコの L 表記です。88ボディですね。定番ですね。ノートルダムのもうかなりかすれてるラバープリントです。サイズ表記 L なので僕がちょうどいい感じのサイズ感で着れますね。ちょっとダメージが少しあって背中の後ろですね、ちょっと穴が開いちゃってます。この辺はちょっとつまんだりした方がいいかなとは思います。あとちょっとペンキの飛びとかもちょっとありますね。こちらのお値段が5800円に消費税になってます。続いてこちら04の半袖シャツですかね。タグがいいタグですね。シアーズのタグついてます。でなんといってもやっぱ黒ベースかなりかっこいいです。黒とグレーのチェックになっててかなりかっこいいですね。サイズ表記はちょっと見られなかったんですが、あるとしたらだいたい M から L ぐらいですかね。僕がちょうどぴったり着れるぐらいのサイズ感です。めちゃめちゃかっこいいですね。程度も良くてやっぱかなり黒グレーはかっこいいです。本当に。こちらのお値段が15,800円に消費税になってます。続いて長袖のウールシャツですね。ブランドはこちらの方でサイズ表記 L 表記になってます。この配色ちょっと珍しいなと思って選んでみました。やっぱその暗めの色とかが多いのでこの辺の明るい色っていうのは結構珍しいかなと思います。程度も特に問題なさそうですね。サイズ表記 L ですがちょっと縮んでると思うんですよね。僕少し小さく感じるぐらいのサイズ感になってます。こちらの方でお値段が6800円で消費税になってます。続いていいシャツです。リーのウエスターナーのシャツですね。ちょっと程度が少しダメージあってっていう状態になっちゃってます。あとこちらの方もそうですね。少しダメージがっていうところでちょっとお値段の方は抑えてはいるんですが、サイズ表記あったとしたらだいたい16ハーフぐらいですかね。僕はちょっと大きめに着れるぐらいのサイズ感です。こちらの方でお値段が29,800円に消費税になってます。続いてリバースウィーブですね。こちら刺繍タグの L 表記。ちょっとこの首元のリブの方ですね、少しダメージがきてます。またこの全体の雰囲気としてかっこいいかなと思いますね。他は特にそんな目立ったダメージはなさそうですね。刺繍の L だと僕はちょっと大きめに着れるいいサイズ感ですね。こちらの方のお値段が7,800円に消費税になってます。もう1枚リバース無地ですね。こちらの刺繍の XL 表記になってます。こちらは結構程度いいですね。ただちょっと変わってるのがこの目の位置が少し普通のものよりもちょっと上についてるので、それはちょっと面白いなと思って選んでみました。ダメージはないですけどちょっと汚れっていうのが少しあって、この辺の汚れですね。後ろは結構程度良さそうで大丈夫そうですね。XL だと僕はちょっと大きくなっちゃいますね。大きめに着れていいと思います。こちらの方でお値段の方が7,800円に消費税になってます。続いてこちらはちょっとすみませんタグ切れちゃってますが、刺繍タグの XL 表記です。やっぱ黒いいですね。ちょっとペンキの飛びっていうのは正直あるんですが、あと少しこの辺にも汚れありますね。ただ黒って本
と珍しいのでなかなかやっぱうちも入荷入ってこないですね。これも少しダメージきてます。こちらも XL なので僕はちょっと大きめに切れる感じになってますね。こちらのお値段が9800円に消費税になってます。続いてタグがこちらの方についてます。こちらのタグでこちらもついてますね。サイズ表記 L で50/50のボディですね。でひび割れのラバープリントになってますね。サイズ表記 L なんですがちょっと縮みが出てて僕は少し小さく感じるサイズ感になってます。あと紐もついてますしそんな大きなダメージっていうのは特に見られないです。こちらの方でお値段が7800円に消費税になってます。続いてヴィンテージのスウェットですね。ちょっとタグはついてない状態になってるんですが、ちょっと雰囲気がかっこいいなと思ってこの赤の少しフェードした雰囲気、あとこの少しなんかペンキみたいな汚れが飛んでるところ全体として見てかっこいいかなと思って選んでみました。後ろの方は特にダメじゃないんですけど袖の方ですねちょっと汚れてたり少しピンホールじゃないですけどスレがあってっていう状態になっちゃってます。サイズ表記あったとしたら M ぐらいですかね。ちょっと僕小さく感じるかなっていうぐらいのサイズ感です。こちらの方のお値段が9800円に消費税になってます。もう一度ヴィンテージのスウェットですね。こちらはタグついてサイズ表記 S になってますね。こちらラバーの3段のプリントになってます。緑ボディ珍しいですね。少しダメージがちょっとここはあるのでここはすぐつまんでっていう感じで簡単にリペアできるところだと思います。あとは特に大丈夫かなとは思いますね程度として。サイズ表記 S なので僕はちょっと小さいですね。女性の方とか着てもかなり可愛いかなと思います。こちらの方でお値段が12800円に消費税になってます。もう一枚ヴィンテージスウェットですね。こちらもタグない状態になっちゃってますね。またいわゆるっていうカレッジのラバープリントですね。水色ボディちょっと汚れが少し目立っちゃうんですが、この辺ですねちょっとシミが少し入っててっていう状態になっちゃってます。あと少しリブの方もダメージがっていう状態になってますね。この辺の方ですね。で後ろの方にも少しやっぱ汚れが残っててっていう状態になっちゃってます。でサイズ表記あったとしてこちらも M ぐらいのサイズ感ですかね。僕はちょっと小さく感じるぐらいのサイズ感です。こちらの方でお値段が7800円に消費税になってます。続いてパタゴニジャケットですね。パタゴニアのタグがこちらです。サイズ表記 XL になってます。ストームジャケットですね。で胸の方にもピストルこれ入ってて状態としてはざっくりですがいい状態かなと思います。特にダメージとかなくそんな大きい汚れとかもないですね。年数がこちらの方に載ってるんですが95年になってますね。サイズ XL なので僕はちょっと大きい感じで中厚着しても着れるかなっていうぐらいのサイズ感です。こちらの方のお値段が12800円に消費税になってます。続いてスナップ T ですね。こちらタグがこちら雪なしのタグついてます。サイズ表記 S 表記になってますね。こちら胸の雪なしのビスネも入ってます。フリースの状態まだ少し肘のあたりとかは硬くなっちゃってるんですが、ただ全体としてはまだその状態いい方だと思います。サイズ表記 S サイズなので僕はちょっと小さいかなっていうサイズ感ですね。こちらの方でお値段が12800円に消費税になってます。続いてパタゴニアのフリースジャケットシンチェラですね。サイズ表記 L 表記になってます。こ
こちらもフリースの状態そんな悪くないのでと思って選んでみたんですが、そうですね、それやっぱどうしても肘のあたりは一番その状態硬くなっちゃったりするところではあるので、そこはちょっとご愛嬌でっていうところなんですけど、サイズ表記 L なので僕はちょっと大きい感じでいい感じに切れますね。こちらの方でお値段が9800円に消費税になってます。続いてパタゴニアのシェルドシンチャラですね。タグがこちらの方でサイズ表記が M 表記になってます。このチャコールの配色僕結構好きなんですよね。この中のパープルとの組み合わせもすごいなんか色的に僕好きです。で胸にもこちら入っていて、では程度も結構いい方かなと思います。ちょっと M 表記で僕はちょっと小さくは感じちゃいますね。このいわゆるピタッとするジャストな感じで切れるかなと思います。こちらの方でお値段が9800円に消費税になってます。もちろんパタゴニアのジャケットなんですが、上はこちら三角形の古い方ですね。サイズ表記がこちら L 表記になってます。で胸にもこちら入ってますね。ちょっと程度が少しダメージがこちらの方ですね、少し擦れちゃってる部分があります。ただ特に目立つようなものではないのでそこまで気にすることはないかなとは思います。後ろのも割と綺麗な状態ですね。でサイズ表記 L なので僕はちょっとゆとりを持って着れるいいサイズ感です。こちらの方でお値段が9800円に消費税になってます。続いてノースフェイスのデナリですね。タグがこちらの方でサイズ表記 XL になってます。このグレーの配色使いやすくてかなりいいです。程度もそうですね、比較的フリースの状態もまだいい状態で残ってます。後ろもこんな感じですね。このグレーに関しては僕私物で1着持っててかなり使いやすいんですよね。ただ僕持ってるのは確か L 表記で、これ XL ちょっと大きいですね。またなんかリバースとかその上に着ても全然着れるサイズ感だとは思うので使いやすいと思います。こちらの方でお値段が9800円に消費税になってます。続いてセーターですね。タグがこちらのタグついてます。サイズ表記がこちら多分40だと思います。でもやっぱなんといっても黒っていうところですね。ちょっとダメージがここに少し穴が開いちゃってるところがあります。ただこの辺はすぐ簡単につまんで直せるところだと思うので、他は特に目立ったダメージはない状態になってます。サイズ40ですがちょっと縮みが出てます。袖とかちょっと着丈っていうところは少し短くなってます。こちらの方でお値段が6800円に消費税になってます。もう一枚セーターですね。こちらタグがライトニングボルト、サイズ表記 XL になってますね。こちらがアクリルのものになってます。でこちら裾の方にもワンポイントで刺繍入ってますね。ちょっとパッと見ガンジーセーターっぽいですけど、この袖の作りがちょっと違うので、それはそれでいいかなと思います。程度としても、ざっくりですが綺麗ですね。サイズ表記 XL で、これも若干縮みは出てるので、僕ちょうどいい感じでぴったり着れるぐらいのサイズ感ですね。こちらの方でお値段が6800円に消費税になってます。続いてフィッシャーマンセーターですね。タグがこちらのタグついていてサイズ表記 L になってます。フィッシャーマンのこの色物かなり珍しいんですよね。やっぱあってもそのオフホワイトのアイボリーっぽい色のものがやっぱ一番多いので、こういう色味なかなか出てこないと思います。程度も綺麗ですね。サイズ表記 L でこれはちょっとそこまで縮みが出てないので僕その大きめに着れるいいサイズ感です。こちらの方でお値段が7800円に消費税になってます。続いてこちらスタジャンですね。タグの方が
ちら中の方に入っていて、こちらニューヨークのタグついてますね。年代で言うとだいたい60年代ぐらいですかね。エンジボディでかなり使いやすそうな色味ですね。背中にもフェルトですね入っていて、状態も結構いい方かなと思います。サイズ表記で言うとだいたい40ぐらいのサイズ感だと思います。僕がちょうどジャストで着れるぐらいのサイズ感ですね。こちらの方でお値段が 15,800 円で消費税になってます。続いてこちらもスタージャンのそのロング丈のものコートっぽい作りになってます。タグがこちらでサイズ表記40ですね。さっきのものとは違ってこちらは赤でなんかちょっと目立つ配色でいいかなと思います。袖にも64入ってますね。なのでこれも年代でいうと大体60年代ぐらいですかね。こちら右肩にはこれが入ってます。で背中にも大きく3段で入ってますね。サイズ表記40なので僕がちょっとゆとりある感じで着れますね。こちらの方でお値段が 12,800 円に消費税になってます。続いてリーバイスのボアジャケですね。70年代のこちらのタグついてます。サイズ表記42ですね。飲料ではないんですが、こちらのデニムの色目もいいかなと思って今っぽい感じで着れそうかなと思います。サイズ表記42で僕はちょっと余裕がある感じのいいサイズ感です。この辺が一番需要があるサイズかなと思います。こちらでお値段が 9,800 円に消費税になってます。続いてミリタリーからですね G1 サイズ表記40になってますね。ちょっと年代がそんな古くないのでこちら77年の会計分のものになってますね。また年代古くない分って言ったらあれですけど、だからリブとかは少し小穴着てますけど、だからレザーの状態とかは比較的いい方かなと思います。こちら袖の方もちょっと状態は来てますね。で背中の方もこんな感じです。レザーの状態は本当いい方だと思いますね。サイズ表記40で僕がちょうどいいぐらいのサイズ感で着れますね。まだ作り自体がそんな大きいものでないのでちょっとぴったりはしちゃいます。こちらの方のお値段が 15,800 円に消費税になってます。ハッピースーツですね。 USMC のフリマロフトのジャケットですね。こちらサイズ表記はミディアムレギュラーになってます。ちょっとまとまって入ってきたのでと思ってウェブの方にも出させてもらってるんですが、ちょっとこれに関しては少し汚れがちょっとあってっていう状態になっちゃってます。で背中の方にも、こちらですね、ちょっと汚れが残っている状態になります。またこの辺はね洗濯機で丸洗いできるので、なおかつ乾燥機も全然いけますので、全然買っていただいて洗う分には問題ないと思います。サイズ機ミディアムレギュラーで僕はちょうど中にもスウェットだったりとか着れるサイズ感になってますね。こちらの方でお値段が 19,800 円に消費税になってます。続いてリーのカバーオール、こちら紙タグも残ってて、こちらの方のタグ見ても分かるんですが、もうデッドストックの状態ですね。で胸の方にもこちら入ってて MR 入ってます。年代ですね、70年代入ってるぐらいですかね。またデッドストックの状態ってだけあってもうピンピンです。本当水も通ってないですね。サイズ38のレギュラーになってて、でこちらの方で僕はちょうどいいサイズ感で着れる状態ですね。年代そこまで古くはないですが、本当このデッドストックの状態で出てくることってほぼないのでかなり貴重だと思います。こちらのお値段が 25,800 円に消費税になってます。続いてパンツいきます。まずこちら、アメリカ製501の、ウエスト34インチ、レングス31の表記ですね。裾の方がちょっと切りっぱなしの状態になっちゃってます。ただめちゃめちゃいい色なんですよ。うっすらひげも入ってて、まだこれからもうどんどん日が濃くなっていくっていう状態だと思います。
で後ろの感じもこんな感じですね。蜂の巣はそんな入ってはいないんですが、他にダメージっていうのは特にないので、ほんと裾だけですね、切りっぱな状態っていうところで。実寸の方で、ウエスト33インチのリングスが切られているのは28インチ。だからいいサイズ感になってますね。僕はちょっとウエスト緩いですが、この辺のサイズ感で履いてっていう感じもかなりおしゃれかなと思います。こちらの方でお値段が7800円に消費税になってます。もう1本アメリカ製の501。こちらパッチ表記がウエスト33インチのレングス34インチになってますね。でこちらも全体的に色残ってる状態かなと思います。裾もオリジナルですね。こちらの方で実寸がウエスト32インチのレングス31インチ。ちょっと僕は長いですが、このサイズ感は全然ハマる方多いかなと思って選んでみました。こちらの方でお値段が7800円に消費税になってます。もう1本アメリカ製の501ですね。こちらパッチ表記がウエスト35インチのレングス32インチになってます。こちらうっすらですがちょっとひげが入っててっていう状態になってますね。さっきのとは違った表情になってますね。こちら実寸でウエスト33インチのレングス29インチ。このサイズ感もハマる方多いんじゃないかなと思います。こちらの方のお値段が9800円に消費税になってます。続いてはちょっとクラッシュはあるんですが、赤耳です。元の色はだいぶいい色ですね。でトップボタン裏は524なので、その66後期の後の年代。パッチ表記が、ウエスト33インチのレングスも33インチになってます。で赤タブがレジスターのみですね。ほんと膝のクラッシュがっていうのはあるんですが、これはこれで雰囲気としてかっこいいかなと思います。こちら実寸の方でウエスト31インチのレングスが30インチっていう長さですね。僕はちょうどいいかなっていう感じで履けますね。こちらの方のお値段が15800円に消費税になってます。続いて501ブラックですね。こちらパッチ表記がウエスト33インチのレングス30インチになってます。いい色ですね。こちらの方が、中が黒のものですね。やっぱこっちいい色ですよね。実寸でウエスト31インチのレングス30インチになってます。僕がちょうどいいサイズ感ですね。こちらの方でお値段が7800円に消費税になってます。もう1本501ブラックですね。こちらはまだちょっと毛羽立ちが微妙にですがちょっと残ってて、かなり色残ってる状態です。こちらでパッチ表記がウエスト32インチのレングスも32インチになってます。実寸がウエスト31インチのレングス32インチになってます。ちょっと僕は長いではありますが、まだこれだけブラック残ってる色ってかなり少ないと思うので、ぜひよかったら。こちらのお値段が9800円に消費税になってます。続いてコーデュロイパンツですね。こちらリーのデッドストックの状態ですね。フラッシャーがちょっと切れちゃってはいるんですが、一応ホッチキスもあって残ってはいます。でこちらの表記でウエスト34インチのレングス30インチ、いわゆるストレートの形ですね。実寸も本当その表記通りですね。ウエスト34インチのレングス30インチ、乾燥機とかも入れたらその、2インチずつっていうわけじゃないですけど、それぐらいは縮むかなと思います。こちらの方でお値段が15800円に消費税になってます。続いてリーバイスの519ですね。こちらジップが42タロンになっていて、でタブが残ってる状態ですね。ちゃんとで紙タグの方ですねが残ってついていた時のそのステッチも残ってる状態です。結構コーデュロイの状態としてかなりいいですね。ちょっとこちらの方だけ少し汚れがある部分はあるんですが、本当コーデュロイの張りとかがすごい残ってる状態なのでいいなと思って選んでみました。こちら実寸でウエスト35インチのレングス34インチになってます。ちょっと長いですが、コーデュロイに関しては裾上げして、それで、なおかつこれだけのコーデュロイの状態もいいので、
素揚げしてから履くのもかなりありかなと思います。こちらの方でお値段が7800円に消費税になってます。続いてこちら13スターボタンが使われている P コードですね。2ポケのタイプなので、そんななんか、こちらの下は4ポケの古いタイプではないんですが、10ボタン直前のものにはなりますね。でポケットの中コード用になってます。タグがですねこちらについてますね。でサイズでいうと実寸36ぐらいだと思います。もともと作りがちょっと小さい細いっていうのはあるんですが、こちらも僕はちょっとぴったりするぐらいのサイズ感ですね。ただこの辺はそのオーバーサイズに着るよりはこのちゃんとジャストなサイズ感できてっていうのがかっこいいかなと思います。状態としてウールの状態としても比較的いい方の状態だと思います。こちらの方でお値段が89,800円に消費税になってます。続いてリバースウィーブですね。こちらタグが叩きタグ M 表記になってます。この M 表記ですが、その縮んだ感じの M じゃないんですよ。結構 L 表記に近いぐらいな感じのサイズ感になってますね。状態としては少しなんか全体的にスレとか色あせっていう部分はちょっとあるんですが、この腕の方とかもそうですね。ちょっと細かいですが少しダメージがあったりします。あと袖の入り口、この辺は少しダメージきてますね。比較的裏の方もざっくりですね綺麗な状態だと思います。こちらの M 表記ですが、その先ほども言った通りに、ちょっと大きめの M 表記なので僕はちょうどよく着れるサイズかなと思います。叩きいいですね。やっぱなかなか入ってこないですね、叩きは。こちらのでお値段が39,800円に消費税になってます。続いてウールのパーカーなんですが、こちらタグはちょっとついてない状態なんです。裾の方にもタグは特に残ってないですね。ただ1回そのタグ付きの状態のものを見たことがあるんですが、これチャンピオンのものなんですよ。もう作りも全部一緒ですね、これと。なのでこれもチャンピオンで本当間違いないだろうっていうものになってます。ただウールのものなのでちょっと状態としては少し汚れがあったりとかステッチが抜けあったり若干ダメージはあります。後ろの方もそうですね、そのひどいものはないんですが、ちょっと細かいところで言うとって感じですね本当に。でサイズ表記あったとしたらだいたい L ぐらいかなと思います。僕が決して大きくはないですが、ジャストでぴったり着れるぐらいのサイズ感だと思います。かなり珍しいですね。うちも本当数枚入ってきたぐらいだと思います。これはこちらの方でお値段が98,000円に消費税になってます。続いてデニムですね。こちら501のビッグイ、もちろんシングルステッチでウエストはシングルステッチの V ステッチ入ってます。ダブル X の直後ですね。まだこれに関してはこの縦落ち部分の方は綺麗に入っているんですが、ちょっと程度が裾の方ですね、多分こちら1回折られて、しかもステッチをここの部分で入れられた状態で履かれててっていうものになってます。なのでここの先の部分はちょっと色が濃く残っててっていう状態ですね。でその折っていた分多分ダメージがあったんでしょうね。この裏の方から、丁寧には直されているんですがリペアが結構がっつり入ってます。こちら左足の方もそうですね。あとはポケットの入り口の方も少し、丁寧に直されてます。デニム全体としての雰囲気としては結構いい感じだなとは思うので、直すところはしっかり直されててっていう状態になってますね。こちら実寸の方がウエスト36インチのレングス29インチになってます。僕ちょっとウエストは大きいですが、少しデカめで履いてもいいかなと思います。こういう色味だとそういう感じ、その大きめに履く感じもかっこいいかなと思いますね。こちらの方のお値段が59,800円に消費税になってます。最後に B から 11B のセンター赤、いい色ですね。本当に
このうっすらひげが出てて、で縦落ちも少し始まってるっていう状態になってます。かなりいい色だと思いますね。ちょっとこの辺ですね、少しリペアしてる部分はあってっていう状態になってます。あとはそのピスネームもリーのみですね。でこのサイズ感になるとそのリーだとポケットが離れるっていうのがあるので、それが本当かっこいいです。僕も結構好きですね。であと気になるところで言えば、この裾の近くですね、ちょっとスレが出てるっていう状態になってます。であとはこちら片耳がついてますね。こちらで実寸がウエスト38インチのレングス33インチになってます。ちょっとこのサイズドンピシャっていう方は少ないかなとは思うんですが、この色味ほんとかっこいいので、ハマる方にはぜひおすすめです。こちらのお値段の方が29万8000円に消費税になってます。今週のウェブスペシャル 20% オフの商品ですね、紹介いたします。まずはディッキーズのデッドストック3032表記ですね。こちら3032いいサイズですね。こちらが、7800円の 20% オフです。続いてリバースウィーブの叩きタグ、こちら M 表記です。ちょっとボロいですが、その分セールで 20% オフってことですね。こちらお値段が 25,800 円の 20% オフになります。続いてトロイの T シャツですね。こちらですね。タグがちょっと切れちゃっててサイズ表記は分かんないです。まだ XL ぐらいですかね。結構大きめの感じです。こちらが、7800円の 20% オフになります。続いてリバースウィーブの刺繍タグの WXL のものです。グレーボディにエンジのラバープリントですね。 WXL なんで僕着てもちょっと大きく感じるサイズ感のものですね。こちら7800円の 20% オフになります。続いてラルフローレンのベスト、コーデルベストですね。サイズ表記 S になってます。 S なのでちょっと作りが細いですね。僕ちょっと小さく感じるサイズ感だと思います。こちらが7800円の 20% オフになります。続いてリーバイスのコーデュロイジャケット、サイズ表記が36になります。こちらもちょっと作りが細いのでなかなか僕着れるかどうかぐらいのサイズ感だと思います。こちらの方で9800円の 20% オフになります。続いてラルフローレンの、レザーのスイングトップ、サイズ表記 M になってますね。M なのでこちらちょっと作り大きめなので、M 表記では僕普通に着れるサイズだと思います。こちらの方で、19,800円の 20% オフです。続いてこちらはレザーじゃない普通の方のスイングトップ、サイズ表記 XL になってます。こちら XL だと僕はかなりゆったりできる感じのサイズ感ですね。こちらの方で、7800円の 20% オフになります。続いてリバースウィーブのこちら刺繍タグのXL 表記です。こちらラバープリントの3段ですね。XL なんで僕はちょっと大きめな感じのいいサイズ感で着れます。こちらの方で9800円の 20% オフになります。最後ですね、こちらは、ちょっとタグ編み、もうこれぐらいしかないですかね。サイズ表記 M になってますね。70年代ぐらいのデニムのベストですね。ちょっと年代も含めなんですけど M 表記僕ちょっと小さく感じるぐらいのサイズ感です。こちらの方で7800円の 20% オフになります。今紹介した商品が Web スペシャルのページの方の商品になるので、そちらの方もチェックお願いします。本日のご紹介は以上になります。ベルエッジの方で買取委託販売の方を行っております。ジージャン本の発売に向けて、そのジージャンの買取ですね、まだまだちょっと大募集しておるのでよろしくお願いします。